こら辺で一番美味しいだし巻き作るお店にするっていうのがもともとコンセプトなんですよ。言わないけど卵焼きはあそこで金谷食堂で幼稚園で習ったでしょ。まあいろんなとこで卵焼きとかだし巻き卵とかずっと携わって、どこでご飯食べてもあんま美味しいとこなくて、だし巻きに関しては。だからだし巻きがいっちゃん美味しい食堂にしてやろうと思って、料理の世界入ってただきつかった。殴られるし蹴られるし、料理きついでしょ。ね、最初は全然やめたらダサいとかでやりよったけど、それの限界を超えるともう料理楽しくなくなるんですよ。それまでは楽しかったそう、楽しいし見返したいっていうのもあるしで続けれるんですけど、ある程度いくと楽しくなくなります、料理は。それはどういった瞬間になるんですか？ふと料理思んない、したくない、やめようみたいなそこで一度目の料理人人生を諦めようと思ったりします。そうです。朝倉生まれ。今も朝倉で、ちょっと出てた時期はあったけど、朝倉に戻ってきたって感じです。この辺が結構思い出の場所がいっぱいあって。もう中学校もそこなんで、幼少期からいろいろここで遊んでました。ここはずっと釣りしてた。小学生ぐらいから釣りして遊んだりとかしてましたね。お友達とじゃあ基本的に釣りしたり、結構自然の中で遊ぶような感じ。そう。自然しかないからね。携帯すらないからね、俺らの時代は。だから釣りして友達と。じゃあわりかしなんかゲームとかじゃなくて外で遊ぶ。ゲームしきらんけん俺。中学時代どんな感じですか？いや、真面目で誠実でめっちゃ笑っとるやん。全員笑うったい、そこ。マジ元気でした。なんか部活とか入ってました？部活バスケ部。なるほど。そう。ずっと長くやられてたんですか？小学校、中学校、高校は途中までやってて、何かしら動いてましたね。そこからじゃあスニーカーが好き？スニーカーはもう昔から。じゃあそのバスケ部できっかけとかそういうのなくて、もうそうね。別にバスケがきっかけ、NBA かな。バスケしてて NBA 見てからナイキ。そっからずっとナイキ。料理の方はよく実家が金谷食堂さんなので、その時にお手伝いとかをされてたと思うんですけど。料理自体は小学校1年生、幼稚園の高学年ぐらいからやり始めて、遊びで。そう。それも実家のキッチンで。そう、実家のキッチンで。誰に教えてもらったんですか、最初がばあちゃんかな。基本ばあちゃんに教えてもらうことが多くて。一番最初に作った。一番最初に卵焼き作って。今の人気メニューのだし巻き卵。そう。そこに後々こうつながってくるっていう。甘い卵焼きとかもあるじゃないですか。じゃなくてもだし巻きを。いや、だし巻きではなかったはず。そんなすぐ作れんかったから、卵焼きかな最初は。どんな味付けしたとか覚えてます？醤油、砂糖、卵以上。そんなもんかな。食べさせるんですか？お客さんにね。常にお客さんはいるから、ほら子供が作ってたら食べてくれるじゃないですか。そうだからお客さんにあげてた。常連のお客さん？
そうなんかばあちゃんの友達とか。覚えてるんですね今でもそのお客さん。うん、覚えてる覚えてる。来られる。今はボケた。今はボケて何しかしょうがないけど。でもそのお客さんが要はもう記念すべき初めて。そう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 食べた人。お客様。そうそう。いいですね。500円もらった。やっぱそっからもう料理人になりたいという意識は強かった。うんうんね、別になりたいじゃなくて本当遊びでやりよったことかな、はい。がなんか本当ずっとやってたら仕事になったって感じです。まあ美味しいみたいな感想だったんですか？美味しいって言ってくれて、まあ美味しくないでしょうけどねそんなでもねまずいとは言えないから多分美味しいって言ってくれて500円くれて、それでこうおもちゃを買いに行った、それが多分商売のきっかけでしょう。今嬉しかったです。美味しいっていう感想をもらえて。いや500円の方が嬉しかったそりゃそうよ、美味しいって言われる500円もらった方が嬉しいやん。そのキッチンで作ったってことですか？そう本当同じ場所同じ立ち位置で。私は今日その、教えてくれたおばあちゃんがもう手取り足取り。いやなんか大雑把に教えてくれた。じゃあ自由にまず楽しんでみたいな感じ。そうやろね。あんま長いことずっとは教えてもらってないから、教えてもらって1年後ぐらいには亡くなったんかなちょうど。それがその矢野さん自身かな、おいくつの時ですか？ 6歳。おばあちゃんとの思い出とかあります？一番。なんかそれのイメージが大きくて、他のまあいろいろこう連れてってくれたけど料理しよったイメージが強いかな。やっぱその最初に卵焼きを一緒に作った時も、結構じゃあ大きな思い出なんですか？そう。お店のことも手伝ったりとか。でもなんか作ってたよく。何作りよったんかな。店のメニュー作ってたんじゃないかな。あ、じゃあもうそんなちっちゃい頃からもう本当にちゃんとお客さんに出す料理を作られた。でもそれはねお客さんじゃなくて自分がお腹減ったら作って食べるみたいな。それやっぱ食べたいからですか？それともちょっと料理をうまくなりたいなとか作ってみたいなとか。食べたいから自分が美味しいものお腹減ったからなんか作ろうみたいな。なかなかこう自立されてる様子ですよねそれだけね料理だけね。お母さんお父さん作ってはないんですか？ない作りよった基本自分で。なるほど。高校生とかになったらバイトとか始めますよね。そうバイトしましたね。初めてしたバイトって何になるんですか？料理ですねそれまたなんで料理やったんですか？料理しかできんとって俺もう選択肢の中に、もう料理その中で1回だけした夏のバイトでこっち梨が有名なんですよ。その梨のなんか出荷とか選果場って言って、梨を段ボール詰めたりなんかこう小分けしたりするをして3日頑張りました3日でやめちゃった3日でやめたんじゃない、飛んだおもんない、やめよう。楽しさが見出せなかったです。そう楽しさは見出せませんでしたね。最初に働いたその料理のバイトっていうのはどういったバイトなんですか？なんかレストランみたいな。やっぱ厨房で。厨房で。どういう料理？洋食？なんかね和食レストランみたいな、洋食も入って和食もあってなんか定食もあってみたいな、そうなんかいろんなお膳なんとか御膳みたいなあるとか、そんな感じ。でもそこで結構教わったかな。初めてその実家以外のところで料理ってものを学んだ場所がこのそうでもそこでいろいろ高校1年生からバイトしてなんか要基礎的なことを教えてもらったかな。魚をおろしさせてくれたり実践してかな。楽しいんですか？楽しい。続きました。
続いたね料理が向いてるのかな、向いとうか知らんけど、料理しかできんだけかな俺は。本当ご自身の中でのその料理イコールやっぱ好きっていうものとしての認識になるんですか？うん。で極めたいものなんですか？うん。じゃあそれはもう今も変わらず。うんなるほど。どういう思いなんですか？金谷食堂への思い大事だし、まあ、僕だけで作ってるわけそのなんかな、歴史があるから僕だけで作ってきたわけじゃないから、その歴史をね無駄にすることはできない。初代が祖父母なんですよね。そうっす。で2代目がご両親。そう。で3代目のバカお母様がどんな感じですか？喧嘩ばっかしよあ、そうなんですね。うんどういった喧嘩になるんですか？最近はねカウンターの棚を外すか外さんかで置くとこがないって言われたけど知らんっつって勝手に捨てたっていう、はいはい。うん、それでも怒っとったねまあでもお店の内観だったり内装だったりは完全に今もう矢野さんが全部。まあ一応僕がいじるじゃないけど変えていくけれども、昼は母ちゃんがしてるから多分は死ぬまでするでしょうね、もうあの人が。だからあんましこうゴロッと変えたらやりづらくなると思うから、そこは変えれないんで、使いやすいようにちょっと今後改装かけたりとか、ベースは変えず。お昼はもうずっとお母様が。そう、昼は母ちゃんがやってるからあんまそこにはもう口出したくない。その味ってどうなんですか？やっぱベースは一緒になるんですよ。でも基本的に一緒だけど作ると違う、やっぱ味は。ああ、矢野さんが作ったものとお母様が作る。うん、全然多分違うと思うし、もちろん母ちゃんの味が好きな人もおるし、俺の味を好きな人もおるしかな。ぜひお昼も皆さん来てほしいってことですね。うん、お母さんがプレッシャーですね。大変になるけんあんま来ないでいいと思いますいやでもきちいって言おう。実家でいろいろ作ったり、高校の時にバイトしたりで、それが多分飲食店の入り口にはなってくると思うんですけど、高校を卒業されて専門学校ですよね。そう、専門学校。専門学校どうでした？専門学校はいやいい学生生活でした。いい学生生活を過ごしましたね。やっぱ専門学校ってめっちゃいいとこですね。お友達はいっぱいいましたか？お友達はいっぱいいました。どんな風に見られてました？皆さんから。あいつよう寝とるねと思われとったんじゃないかなでも他の学生よりもやっぱ料理に長いわけじゃないですか。うん、ちょっと目立ったりするんじゃないですか？でもずっと寝とったもん実践ってあったりしないんですか？実践だけ起きてた。でもその時注目浴びるんじゃないですか？注目は浴びたんかな。いや分からんけど、包丁さばきすげえみたいな。そうね、どやっとった当時は調子乗ってたからすげえやろみたいなプライド的なものはもうすでにその時ってやっぱあったんですかね？あった多分今以上にあったと思う。なんか周りよりやっぱできるしっていうのはあったっすね。専門学校行って、はい、そこからどういう風な、道に行くんですか？それから福岡市内の方に行って、それも料理をするために福岡市に。友達いたから。じゃあもうシンプルにその家にいたくなかった。実家を出たかった。そう、出たかった。そっから料理してって感じでございます。今の基礎となる和食をほんと下積みっすよ、その時は。料理のなんか言い方変わりました？料理の世界入って、ただきつかった。殴られるし蹴られるし、このままいたら死ぬなと思って、俺殺されるなと思いながら料理してました。それでも続
いやなんかここでやめたらダサいと思って、その時はだからやめなかった。やっぱ意地もあったんです。そう意地もあって、ちなみにどういう疲れと取られるんですか？包丁使ってて、でたまに失敗するんですよね。やっぱ幅がちょっとずれたり、5ミリで切れって言われて、じゃあそれが1センチになったらこう失敗した時に「あ」って言うでしょ。あって言うから殴られるんですよ。いや料理の世界ってそんなもんですよ。繊細っていうか、そういう縦社会、昔は。で殴られるなんて普通っすよ。今のご時世だったらね。そうよ、今のご時世やったらもう大問題、ニュースになるとか。実際に勤務時間とか長いんですか？朝6時に入って夜の12時帰宅です。仕込みの前準備、兄貴たちの包丁出しとったりとか、すぐ兄貴さんたちが入った時にすぐ仕事をしやすいような準備、雑用、パシリ、そんな感じ。それどれぐらい働かれるんですか？そこの仕事場は2年半いて、本当に心折れて、それは何が起きたんですか？料理きついでしょね。最初は全然やめたらダサいとかでやりよったけど、それの限界を超えるともう料理楽しくなくなるんですよ。そう楽しいし、見返したいっていうのもあるしで続けれるんですけど、ある程度いくと楽しくなくなります、料理。それはどういった瞬間になるんですか？ふと面白くないみたいな、料理おもんない、したくない、やめようみたいな。急に来たんです、その自分のタイミングとしては。なんかやってて今までとはなんか違う感覚になって、面白くないなってなって、そこで1度目の料理人人生を諦めようと僕はしますね。初めて料理ってものに対して挫折かな、これ何やろうねあれ。ここからやめて、今までその料理しかないっていう形で人生があった中で急に料理がなくなって、どこに目線がいくんですか？コーキング屋さん、コーキング屋さん。それまたなんかきっかけあったんですか？友達いたから。ああ、じゃあ、まあ、ひとまずこうなんていうんですかね、好きなことでとかじゃなくて本当生活のため、そうライフワークとしてもう一回料理やめてコーキング屋さん、外仕事で働こうと思ってで働きました。目指した料理をやめて違う世界に行った3ヶ月しました。3ヶ月。で俺は何をやってるんだろうっていうふうにふとまた思ってやめました。今までほら好きなことしか仕事としてしてないでしょ僕は。でそれで結局コーキング屋さんも辞めて、また料理の違うとこで、そっからかな、大阪行って、大阪京都行って、なんで料理の理由って何なんですか？やっぱ料理しかできんみたいな。そこにたどり着くんですね。最初京都の料理すげえ、そうだ京都行こう和食イコール京都みたいな、昔やってたドラマがあるんですよね、料理の。それの舞台が京都だったんですよ。あ、なるほどなるほど。それ正社員としていやもうバイト以下っす。何されてたんですか？皿洗ってました、鍋洗ってました、あとジュース買ってました、ジュース買いに行ってました。またそこからいやただのパシリよ。あんだけきついと思ったけど、もう一回やるんですね、それ。そうしたらね、京都の方がめっちゃきつかったっすね、福岡より。うん、やっぱ殴られる。やっぱ殴られる。実際に包丁握って料理を出すまで1ヶ月半ぐらいしたらちょろっとさしてもらえて、でちょろっとさしてもらうのと、皿洗いとか全部一緒だから、仕事が増えるだけ。実質半年持たなかったやっぱきつかった。京都は。俺には合わんなとか言って、そのお店が甘えとるよね本当。
あの時の自分をおったら多分ぶん殴っとうもんね俺も今お前ふざけんなって言っとうけん、まあ殴られるのもわかる。はいはいはい。それっていくつぐらいなんですか？192021212223あたりでかな。じゃあ本当でもずーっと料理ですね。ここまで来ても。そうね。また料理に戻る。あまたそのまま料理ですよ。他の違う店に行って味噌変えただけで。それ大阪でした。結構大阪って日本食すごいんですよ。あ、そうなんですね。プライドもあるし、はいはいはい。でもう言うたら、まあ、隣じゃないけども京都がすぐそこでしょ。やっぱ京都と大阪のなんかあるんですよ、戦いが。じゃあ大阪行こうっつってはいはいはい。 4ヶ月いました。いやテクニックとか何も教えてもらってないですよ。根性叩きに行ったぐらいです。なるほどですね。本当。じゃあ大阪でもそんな感じですか？大阪もっときついっすね。またきついんですね、それ以上に。もう僕は大阪の方がきつかったっすね。言葉がやっぱ関西弁とこっちは九州の言葉なんで。その時は料理はまだどうなんですか？好きなんですか？もう嫌いになりそうなんですか？料理は好きっすけどそこの人たち嫌いでしたね。ああ、じゃあその時点ではまあ、対人関係だったりお店に合わないとかで料理をやめたいっていう気持ちにはなってない？まだ料理が嫌いになってない。料理は楽しんでたんで、まだまだそこでも学ぶことがあったんで楽しんでたけど、大阪合わんわと思って。そこから実家に戻ってきて、そう。もうそれは戻ってくる時にはもう実家を継ごうって覚悟なんですか？違う。親父が倒れたんですよ。だから弟がおって弟も市内に出るってなってて、じゃもう好き勝手やったけんとりあえず一回帰ろうと思って実家に帰ったんですよね。はいはいはい。福岡戻ってきて、でこっちの寿司屋に入って朝倉帰ってくるって言ってすぐ話をもらったんですよ。人がいないから他の人から。だから、まあ、仕事も決まってなかったしいいよっつって。でも寿司屋さんに興味はなかったんですよ最初。はい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 。別に寿司を覚えるつもりもなかったし。あ、そうなんです。何かそこでこう盗んだテクニックはないんですか？全部盗んだ。まだお店ではやってないけど、まあまあ結局お寿司もとことんやってたんでハマったんですよ寿司屋に。そこは楽しかった。いや楽しかったっていうか難しかった。寿司屋さんはいはいはいなんか巻き寿司するのもはいはい。巻くだけだから簡単かなって思ってたらできんくて、それがきっかけ。お寿司をしたことがなかったので。完全に初めてなんじゃない？そうそうそう。だから面白かったかな。目利きとかやっぱ上がるんですかね、そこで。まあ、魚は仕入れに任せてもらえたから行くようになって。初めて、まあ、師匠とまではいかないですけど、そういったお世話になった方。いやでもみんなお世話になりましたよそれは。まあ高校生のバイトの人もその時の料理長もみんなお世話になったし、みんなよくしてくれて、みんな師匠ですね。いつぐらいからこう金谷食堂さんに戻られるんですか？実家に。はお寿司屋さんを辞めてもう1店舗行ったんですよ。はいはい。まあまあちょっとその時のタイミングで結構親父のあれが悪くなって、まあそういうのも含めてですけど一応やめさせてもらって、でさすがに何も決めずに辞めたんですよ。で仕事どうしようかなと思った時に金谷は夜やってなかったんで。あ、その当時は金谷さんやってないんですね。そう6時7時ぐらいで閉まってました。あ、お昼のみ。お昼のみ。お酒とかは扱ってない？ほぼ扱ってない。瓶ビールぐらいですね。ああ、なるほど。定食食べるために。ほんと食堂だからで俺がやるって夜をするけん。じゃあある意味その夜の時間帯では初代。まあ新しいこととすれば。それがどれぐらい前になるんですか9年前。その時ってどういう思い出？絶対自分でした方が美味しいもん出せると思って。いやただの自信過剰っす。それも認めてくれる？全然。結構大変でした？
喧嘩しました。夜するって言って、自営業って甘くないじゃないですか。母ちゃんはよう分かっとうけ、料理でどっかで働きなさいと、でちゃんと給料をもらいなさいとっていう考えなんですよ、うちの親は。ちゃんとしっかりしなさいみたいな。正社員としてそうちゃんとしっかりしたところで料理で働いた方がいいよって。心配だったんですよね。安定しないからね、自営業っていう思いがあったんでしょうね。それをね完全無視してうるせえっつって夜やるっつって、説得させたわけじゃない。もう勝手に開けたっす。勝手にサーバー契約して勝手に食器とか増やして。不安なかったんですか？いや不安はなかったっす。その当時ちょうど僕らの同級生がいろんなお店をしてるんですよ。整骨院だったり、本当ご飯屋さんだったり、なんかバーだったり、いろんな1年ぐらいの間でみんな開業を始めて、俺もやったろうぐらいの勢いですよね。その時はおいくつぐらいですか26、27ぐらいで。最初お客さん来ました？最初の2日間めっちゃ来ました。友達が初めて自分のお店なわけじゃないですか。感情って変わります？変わんないかな。やっぱでも嬉しかった。でも嬉しかったっすよ。あとはもうやっぱ1日2日ですごいやっぱ売り上げはすごいじゃないわけじゃないですか。友達来てくれるし、2日で天狗になりましたからね。ほらと思って、給料以上の売り上げを2日間で叩き出すわけじゃないですか。2日で自分の給料を売り上げ作れたみたいな感覚に陥るんですよね。原価とか引いてないのに。そしたら3日目ね1000円しか売り上げれんかった月曜日でみたいな。でもまあしょうがないよねっつって、それから数ヶ月間そんな感じでした。お客さんの層は昼がメイン。50何年食堂でやってるから、地元の人からしたら食堂でしかないじゃないですか。プラスその夜空いてたとしても最近あそこの食堂遅くまで空いとうねぐらいです。メニュー的にそんな変わってないんですよ、オープン当時から変えてないし、やっぱ食堂なんですよ、みんな来る人カツ丼かちゃんぽん食う。なるほどなるほど。でも仕入れはしてるし、だけどほぼ毎日マイナスですね。でまた下積みとは違う苦しさがそこで出てくるわけですね。下積み以上の苦しさがきますだって下積みは耐えればいいだけですもん。何が一番きつかった売り上げがない食べていけないみたいな。給料ないですもん。だって普通に毎日赤字っすよ、かトントン。1万円仕入れして売り上げ1万円やったら何をしてるか分かんないでしょ。だけど給料出ないです。そこからどれぐらい歯を食いしばるような生活なんですか？結構長いっすよ。何を動力に頑張ってきたんですか？意地。もう周り友達も友達頑張っとうのに俺頑張らんで売り上げ立たないぐらいで辞めるとかクソダサい。結果何一つ出てなかったし、本当にマジでやめたかったっすよ。そら給料ほぼゼロっすからね1年間。どういうふうに人が入ってくるようになるんですか？そこから口コミ実力でなんかいろいろ動いてました。その当時フェイスブックとかあったんでフェイスブックとかしてたんですけど、そもそもフォロワーおらんし発信してる意味なかったんですけど、いや駆使してるけど駆使されてないみたいなただのなんか自己満にしか過ぎない SNS。 いや今以上に真面目に SNS 書いてましたからね。なんとか仕入れましたどうのこうのなんとかとかめっちゃ書いてて、まめにまめに。いやあんま出てこんかったね。オープン当初からだし巻きなんですよ。ここら辺です。一番美味しいだし巻き作るお店にするっていうのがもともとコンセプトなんですよ。言わないけど卵焼きをあそこで
金谷食堂で幼稚園で習ったでしょ。いろんなとこで卵焼きとかだし巻き卵とかずっと、携わってスキルアップしてって、でこっち帰ってきて、どこでご飯食べてもあんま美味しいとこなくて、だし巻きに関しては。だからだし巻きがいっちゃん美味しい食堂にしてやろうと思って。それもおばあちゃんとそう引き継いだものもあるし、しっかり教えてもらったものなので、それで勝負しようと思ってて、得意な料理はね本当は別にあるんですよ。ちゃんと一番得意な料理とかけど、あれはもう元祖だから、それでやろうと思ってやって、でカツ丼とか出しながら何が一番美味しいとみたいな、得意なみたいなって言われて、だし巻き卵っつって押してて、で食べて、その人が他の人に言ってくれたんでしょうね。美味しいよ。そう多分ね、死んだら聞きに行ってきますとりあえずばあちゃんとこうでもにぎわうまでは本当何年もかかりましたよ。徐々にです。そう徐々にマジ一発でバンっていくことはなかったっす。一回コロナ挟みますけどね。ああそっか。コロナどうでした？コロナいや素敵な思い出になりました。お店は閉めたその時は閉めたけど、閉めてからじゃないとできないことっていっぱいあるんで。その間何されてました？テイクアウトとか、ああなるほど。なんか朝倉市の全部の料理屋さんに声かけて一つのオードブルの箱を作るとか、あと何したっけ、あとサンドイッチした。インスタかなんか見てて、東京の方で厚焼き卵サンドイッチが売ってたんですよ。これだし巻きにしたら絶対うまいやんってなってやったっていう。評判どうでした？でも三越で販売まではできました。なんか地道にしてたことがで、それが今全部ネットに残るじゃないですか。それで YouTube の人がたまたま見つけてオファーしてきてくれたみたいな。でも今は本当YouTube とかインスタもそうですけど、それからつながらせてもらって、今包丁もフルオーダーで作ってもらってるんで。包丁って一番どこ見るんですか？握ってこれって思うか思わないか、形もそうだし、その用途に合った包丁を使うっていうのが大事かな。包丁わからん、お皿かな。包丁がないとね仕事できんけんね。包丁が一番大事でしょうね。やっぱちゃんとメンテナンスはねしないと。仕事しててイライラする、切れないとかはお客さんに対して失礼じゃないかなって俺は思うかな。その他に着てるやつ、制服ああいうのがやっぱビシッとしたスタイル。見た目なんで嫌やろ、そのヨレヨレのくしゃくしゃの制服着て仕事をしてるのは見たくないでしょ。料理だけにこだわるんじゃなくて、そういったところから、まず見た目からでしょ。何でもそっからこう入ってくだろうし、それは何でも一緒かな。洋服とかもそうだし、文化とかもそうだし、でも自分が好きなようにしてますけどね。何事にも見た目は大事です。めっちゃかっこいい人がいたら、この人は何者なんだってこう気になるでしょ。とかその人が着てる洋服とかもそうだし、調べちゃうじゃないですか。結局それってその人の第一印象からでしょ。でこの人は何をやってる人なのかとかしたら、その人が伝統工芸術師とかもいるし、かっこいいからがスタート。
俺の中で。だけどお皿もかっこいいとか、そうそうそう、ちょっとかっこいいとか。盛り付けとか見た目めちゃくちゃ綺麗ってどっかで習ってきたもの。習ってはないです。教えてもらえなかったんで、僕たちの時代は。だけどもうほんとパクるっす。和洋中関係なくご飯屋さん行っていいと思ったらそれを和食テイストにしてパクる。もう見た目がさあれですからね。うん、味の優先順位。見た目。だっていくら美味しくても美味しくても見た目汚かったら嫌でしょ。味が美味しいのは料理屋さんとして絶対条件でしょ。お金払ってるんだからお客さんは。普段見れないようなもの、お皿もそうだし何でもそうっすよ。どういったところにこう並べ方、切り方。分かんない。直感、感覚分からん。お皿見て例えば刺身を乗せたいと思ったら刺身乗せるし、直感。なんかアートに近い感じなんですかね。料理人はアーティストなんで。いい言葉いただきました。はい、ありがとうございます。じゃああと何とか最後もう少し聞きたいんですけど、はい。その朝倉、まあその今多分ランドマークって言うともう本当に過言ではないぐらいになってるじゃないですか。そうなの？いや結構だって海外とかから来られてるでしょ。極ね、一部ね。大阪から来たりとか。うん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 。だからその朝倉に来るついでに食べに来るじゃなくて、金谷食堂を食べに来るついでに朝倉九州で来るわけじゃないですか。そういう方もねいてくれますね。朝倉市にも貢献したいとかってあるんですよ。そうね。朝倉市がちょっとバカなんで。なるほど。はい。ちょっと市役所とかね、なんか広報とかもさ、めっちゃ下手なんですよ。使えねえ。めっちゃ使いたいけど。朝倉市は市としてのなんかアピールの仕方があるんで、僕ら料理人は料理人としての朝倉市のアピールの仕方をする。いや、朝倉市めっちゃうまいお店結構多いんですよ。普通に考えてもコスパもいいし、うんかな。お金出しゃいいもんとか美味しいもん、綺麗なもん、かっこいいもんある程度食べれるかと、その値段じゃないなんかものを食えると思う。朝倉市はまあ B 級やけどね、全体的にうちもそうやし。でも B 級な料理やけど多分負けんじゃない？朝倉市すげえ美味しさでは。確かにその朝倉市ってほんとクソなんもないんですよ。田舎やし交通の便もいいわけじゃないし、なんもないっちゃなんもないけど探しゃあるんですよ。でもみんなそこの探すまでたどり着かないから、俺らが探していいもんかき集めて、今その一つグループじゃないけどチームみたいなあるんですよね。その朝倉ノートさんっていう、そこが朝倉のいいものを全部こうまとめて雑誌作ったり、ほんと前回で言えば東京に出店したりっていうことをしてるんですよ。前回その東京の時も加わらせてもらって、東京でお店させてもらって、それを全国でやろうかなと思って、僕が話引っ張ってきて、じゃあみんなでやろうってことで、朝倉市のお皿とかお茶もそうだし、あと酒造さんお酒もそうだし、いろいろ朝倉市ごと持っていく。前回ほんとそれがすごく良かったんで、朝倉市を盛り上げる一人者になるんじゃないですかね。いやいや俺だけじゃできんけんね。やっぱみんなの力があるけん、それがまとまってできていいものが生まれるんやろうから、みんなの力があるからっすよ。料理いろいろ挫折したと思うんですけど、今から料理になる人たちもどうやめたらいい。もう嫌になったらやめたらいいんですよ。でもその料理を嫌いになる前に
その仕事を辞めてほしいかな。料理嫌いになって辞めたら料理戻ってこれないから、その辞めることを辞めずに続けるっていうのは一番大事だと思うけど、俺はできなかったけど、それができるのが一番と思います。辞めずに、けど本当にもうこれ以上やったら料理が嫌いになるっていうんやったら、この仕事辞めて一旦置いて、それでも好きやったら料理に戻ればいいし。これだったから成功できたんですか？成功まだしてない。結果がまだなんで、マジほんと全然俺はまだ満足はいかないです。どうなると成功になるんですか？分からん。俺も成功が何かが分からん。でも羽屋に来てくれてご飯食べて美味しいって思ってもらえれば、もう俺の中でそれでいいかな。第三者の評価とかどうでもいいし、来てくれた人が美味しいと思ってもらえればとか、また食べたいと思ってもらえることが一番ですね。